ラブ 4PHV の価格は469万円から、込み込み価格が高いか見積もりました。ワンソクチューブです。今回は2020年6月に発売されるラブ4にね追加になるプラグインハイブリッドモデルラブ 4PHV の見積もりをもらってきたので、レポートしたいと思います。私自身ねラブ 4GZ パッケージに載っていましたし、今ね新型ハリアーハイブリッド予約済みのみですが、やっぱねラブ 4PHV 気になっていますので、価格感とかね装備とかを比較してレポートしてみたいと思います。そしてね注意点もあるんですよね。ラブ 4PHV これもね動画の後半で解説したいと思います。まずはねラブ 4PHV ってどんな車というところなんですけれども、2019年に発売されたラブ4ではですね 2.5 リッターのハイブリッドと2リッターのガソリンモデルがラインナップされていましたが、今回ね発売される PHV はですね 2.5 リッターのプラグインハイブリッドとなっています。ラブ4ハイブリッドと同様に 2.5 リッターのダイナミックフォースエンジンを搭載して、さらにね新開発の大容量リチウムイオンバッテリーとモーターの大容量化をはじめ、高出力を可能にする新たなプラグインハイブリッドシステムによって、システム出力はラブ4のハイブリッド車の222馬力を大幅に上回るクラストップレベルの306馬力を達成しています。で加速性能はなんとね0-100が 5.8 秒と、でラブ4のハイブリッドが 7.8 秒に比べて2秒以上ね短縮できるほどパワフルな走行を実現しているっていうことですね。このね 0-100 5.8 秒ってねシビックタイプ R が 5.7 秒なんで、それと大差ないレベルっていうねめちゃ速の SUV になってるってことですね。しかもね、バッテリーの総電力量はプリウス PHV の 8.8kWh に対して2倍以上となる 18.1kWh と、これはねアウトランダー PHV の 13.8kWh を上回って EV のみの航続可能距離は約 95km を実現しているってことですね。これもねかなり魅力的なね街乗り SUV になってるんじゃないかと思います。ただねこれもねちょっと注意点があるというのは後半で解説したいと思います。それでは次にラブ 4PHV のグレード展開と価格をご説明します。ラブ 4PHV はすべて E4 という電気式の4駆となって、グレード展開はシンプルなね松竹梅展開となっています。上からブラックトーン G、Z、G というグレード展開なんですけれども、気になる価格はブラックトーンが539万円、GZ が499万円、G が469万円となっています。これすべて税込みですね。新型ハリアーと迷っている方もいるかもしれないんですけれども、ハリアーのハイブリッドのベースグレード S、FF が358万円で、最上級グレードの Z レザーパッケージの4駆が504万円なので、ハリアーハイブリッドよりも35万円から50万円ほど高い値付けになっています。ハリアーがね予想していたよりも安いなっていう印象だったのに対して、ラブ 4PHV は予想していたよりちょっと高いなという感じはあります。でねこちらの広報用の写真なんですけれども、このね赤はですねエモーショナルレッド2という、上位グレードのブラックトーン専用色で、こちらね2トンにすると9万9000円かかるというカラーになっています。続いてラブ 4PHV のグレード別の装備を見てみましょう。でベースグレードの G でも、この18インチタイヤ&ホイールがついていたり、電動パーキングブレーキとブレーキホールド、さらにね、バネ上制振制御、これね前後のピッチングを抑えるというね乗り心地が向上する機能ですね。あと LED デイライトとかですね、これで見逃してはいけないのがですね後席シートヒーターも、ベースグレードからついていると。で9インチのディスプレイオーディオもついていると。新型ハリアーのベースグレードでは8インチのねディスプレイオーディオになっているので、この辺もねラブ 4PHV の方が装備は良いかなと思われがちですけれども、ハリアーにはね 12.3 インチという上位グレードのねさらに大きなナビも用意されているので、この辺をどう取るかってところですね。ベースグレードとはいえねかなりね装備は充実してますよね。このねブログ記事は下の詳細欄にリンク貼っておきますので、細かく見たい人はブログをご参照ください。でヘッドライト内のねクリアランスランプにもデイライト機能付きと書いてあってですね、さらにそれとは別に LED デイライトっていう表記があるので、このサイドにね縦型に光る部分もデイライトになっている模様です。これはね正直かっこいいなと思いました。通常のラブ4との一番のね明確な違いになるんじゃないでしょうか。さらにね、通常のラブ4では選べなかった後席のシートヒーターが、ラブ 4PHV では全グレード標準装備と、これもね新型ハリアーでは、上位グレードでも装備がないので、その辺でもねラブ 4PHV の方が装備的にはね充実している印象はあります。
続いて中間グレード GZ の主要装備を見てみたいと思いますが、先ほどのね、ベースグレード G に追加してパノラミックビューモニターと、あとドアミラー足元照明、リアクロストラフィックオートブレーキとかブラインドスポットモニターとか、いろいろあって、助手席4ウェイパワーシート、そしてシートベンチレーション、運転席、助手席、その他いろいろあるということになっています。ここでのトピックはね、やはりね、パノラミックビューモニターが採用されているってことですね。これは360度モニターなんですけれども、日本仕様のね、ノーマルのラブ4の初期モデルではこのパノラミックビューモニターの設定がなかったので、全グレードでね、この耳板部みたいな補助ミラーが、強制装着となっているのが私もね、不満のポイントだったんですけれども、これがね、ラブ4 PHV には、GZ から、標準装備となるということですね。これがね、後出しでラブ4 PHV の中間グレード GZ から装備可能となっています。ちなみに新型ハリアーではですね、このパノラミックビューモニターは、上位グレードの Z にしかオプションで設定できないという仕様になっているのもね、高いの買わせようというね、うまい戦略だなとは思いますけどね。私も買ったのは Z で、パノラミックビューモニターはもちろんつけました。そしてね、ラブ4 PHV の話に戻りますが、こちらの中間グレード GZ ではですね、シートベンチレーションまで標準装備となっています。このシートベンチレーションっていうのはね、いわゆるシートクーラーみたいなもんで、シートについたファンで熱気を吸い込んで、夏でも蒸れないっていうね、快適なシートなんですけれども、ノーマルラブ4ではですね、アドベンチャーにのみオプションで用意されていたんですが、ラブ4 PHV では、こちらのね、中間グレード GZ 以上で標準装備となっています。これもね、羨ましいですね。さらに助手席の4ウェイパワーシートも GZ 以上で標準装備となります。ラブ4では上位グレードのね GZ パッケージにすら助手席パワーシートがなかったのが不満だったんですけれども、これもねラブ4 PHV にとってあったっていうことですね。これ初期モデルがやっぱグヌヌってなるやつですね。ちなみに新型ハリアーでは中間グレードの G 以上に設定されるレザーパッケージというのをつけると、助手席の4ウェイパワーシートとシートベンチレーション、シートヒーターまで装備することができます。ラブ4 PHV ではね、こちらの中間グレードの GZ でも良さそうなもんですけれども、アルミホイールは18インチにとどまるので、見た目のインパクトがね、ちょっと普通になるのが難点ですね。そして最後、上位グレードブラックトーンの主要装備なんですけれども、先ほどの GZ の装備に追加して、19インチアルミホイール、あと2トーンボディカラー、デジタルインナーミラー、雨滴感知式フロントオートワイパー、カラーヘッドアップディスプレイ、ハンズフリーパワーバックドア、全ドアスマートエントリーシステム、イルミネーテッドエントリーシステム、置くだけ充電などとなっています。最上級グレードのブラックトーンの装備では、やっぱりね、見た目にかっこいい19インチホイールが、トピックじゃないかと思います。こちらですね。ラブ4のハイブリッドではですね、最大で18インチまでしか用意されていないのが不満だったんですけれども、それがね、ラブ4 PHV では19インチまで装備できるっていうことですね。で、ガソリンモデルのラブ4では GZ パッケージやアドベンチャーでは19インチアルミホイールが用意されていますが、それともまた異なるデザインになっていますね。こちらがね、私が乗っていた GZ パッケージのラブ4ガソリンモデルの19インチホイールなんですけれども、これもね、結構気に入っていたデザインでした。どちらも捨てがたいデザインかなと思います。そして、ヘッドアップディスプレイがあるのも、今までのラブ4にはなかった装備ですね。さらに、全ドアスマートエントリーシステム。これもノーマルラブ4にはなかったんですけれども、これはね、ドアノブに触れると、正常解錠できるってやつですね。これ、ノーマルのラブ4ではフロントドアのみの正常解錠でした。あと、細かい変更点ではありますが、デジタルインナーミラーも、ノーマルのラブ4の GZ パッケージの 7.6 インチの 120ppi のものに比べて、9.6 インチ 170ppi と大型化、高解像化されて、夜間の視認性も向上しているそうです。雨滴感能式フロントワイパーとかもね、海外モデルのラブ4にはあったのに日本仕様には外されてたのがラブ4 PHV にとってあったって感じですね。これも初期型オーナーがぐぬぬってなるやつですよ、ほんと。で、装備面のおさらいが終わったところでラブ4 PHV の見積もり早速見てみたいと思います。2ついただいてきました。まずは中間グレード GZ の見積もりですね。それがこちらですね。ラブ4 PHV 中間グレード GZ の込み込み価格は 550.4 万円と、中間グレードで550万いっちゃうのって感じですね。で、付けたオプションがこちらですね。ボディカラーは無償カラーのアティテュードブラックマイカーを選択しました。で、まずメーカーオプションではいらないかもしれないんですけれども、一応デジタルインナーミラーを 44,000 円で装備。こちら新型ハリアーとは違って、録画機能はありません。それ以外では、パノラマルーフを 143,000 円で付けました。ハリアーの超高パノラマルーフとは異なりますが、こちらをね、開閉できるのがポイントとなっています。
あとはハンズフリーパワーバックドアを 23,100 円で装備しました。これはね、スマートエントリー、全ドアとセットになっているので選択しました。これつけないと後席での、ドアハンドルを触って正常解除ができないようになっているそうですね。これ上位グレードのブラックトーンでは標準装備となります。で、それ以外のディーラーオプションとしては、RAV4PHV には9インチのディスプレイオーディオが標準装備となっていますが、ナビがインストールされていないので、T-Connect ナビキットを115,000円で装備しました。で、新型ハリアーには 12.3 インチのナビとセットになっていたのに、RAV4PHV では別扱いなんですね。まあだから T-Connect ナビいらないよっていう人は、スマホをね、有線接続すれば、Apple の CarPlay とか Android Auto とかが使えるんで、スマホのナビを、ナビ代わりに使うっていうのもありだと思います。さらに新型ハリアーでは、12.3 インチの T-Connect ナビとセットになっていた ETC2.0 のユニットも別付け扱いなので 47,080 円で装備しました。これだけで結構ね、だいぶ高くなりますね。で、今回の見積もりでは延長保証とかメンテパック、コーティングなども全てカットしています。で、出来上がった RAV4PHV 中間グレード GZ の込み込み価格が 550.4 万円となります。この価格だと新型ハリアーハイブリッドの最上級グレード Z レザーパッケージ FF よりも高い価格となります。RAV4PHV は全て4駆なのとプラグインハイブリッドになっているので単純比較はできないですけれども、結構価格は割高な印象ですね。ただですね、クリーンエネルギー自動車、導入事業費補助金っていうのがですね、20万円分申請すれば国から支給されるので、それを考慮すれば、結構ね、足しにはなるかなって感じですね。ただ補助金を受けた車両は定められた期間、4年または3年保有することが義務付けられるので、途中で売っちゃった場合はですね、処分前にセンターに届け出が必要で、さらに補助金の一部を返納する、必要があるので、長く乗る人のみ有効という感じになります。続いてですね、上位グレードのブラックトーンの見積もりを見てみましょう。出来上がった見積もりはこちら。RAV4PHV 上位グレードブラックトーンの込み込み価格は 593.6 万円と、ギリ600万円いかなかったけども、これはね、結構躊躇する価格だぞと。で、付けたオプションはこちらですね。ボディカラーはですね、すべてツートーンカラーになるので割高なんですけれども、その中でもブラックトーン専用色となるエモーショナルレッド2プラスブラックのツートーンカラーを 99,000 円でチョイスしました。エモーショナルレッド2以外ならホワイトパールクリスタルシャインプラスブラック 77,000 円で、それ以外が 55,000 円となります。せっかくなんで、ブラックトーン専用色のエモーショナルレッドを選択しました。で、メーカーオプションとしては他にパノラマムーンルーフが 143,000 円くらいしか付けるものがなかったので、それだけ選択しました。ディーラーオプションは先ほどの GZ と同じく、T-Connect ナビとか ETC2.0 を選択しています。延長保証やメンテパック、コーティングは今回もカットしています。それで出来上がった RAV4PHV 上位グレードのブラックトーンの込み込み価格が 593.6 万円となりました。車両本体価格がね、ハリアーよりもだいぶ高いので、価格差もつくと思っていましたが、T-Connect ナビとか ETC2.0 台で16万円ぐらいかかってしまっているのもさらにね、価格差が広がる原因となりました。で、新型ハリアーハイブリッドの Z レザーパッケージ FF で、私が買ったんですけれども、込み込み530万円ぐらいに収まっていたのと比べると、60万円ぐらい高いという感じになっています。そしてですね、冒頭に言っていた注意点のうちの一つなんですけれども、RAV4PHV の残価率はなぜか悪い件となっています。で、こちらがですね、新型ハリアーは残価率がですね、5年で 43% というですね、レクサス RX よりも高い残価率を私がお世話になっている反社では設定されていました。ちなみに RX では38とか 39% ぐらいなんで、ほんと新型ハリアーの残価率化け物レベルなんですけれども、さらにね、反社によっては残価率をね、もっと高く 55% とかでね、設定しているっていうところもあるみたいです。で、一方の RAV4PHV は残価率がですね、3年で 42%、5年で 29% と残価率がすこぶる悪いです。通常の RAV4 でも5年で 37% ぐらいはついていたので、それよりもね、悪い数字になっています。なので、残クレでローンを組む時でもですね、月々の支払いが残価率が悪いので結構高くなるっていうところは注意しなければならないところですね。そして冒頭で言っていた、RAV4PHV の注意点のもう一つなんですけれども、全グレードでですね、ディスプレイオーディオが強制装着になるので、これによるデメリットもあります。
で CD、DVD スロットがなくなったってことですね。これヤリスとか他の車種もそうなんですけれども、ディスプレイオーディオではですね、従来にはあったですね CD とか DVD を挿入するスロットがなくなります。なので CD を聴いたり音楽を取り込んだり DVD を視聴したりができなくなります。一応ね、ヤリスでも外付けの CD、DVD プレイヤーが4万円ぐらいで用意されていたので、しかもですね、これが助手席の下に置くタイプだったので、もしかしたらね、これ、RAV4PHV で用意されてるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、ディスプレイオーディオでは CD、DVD が再生できないというところは、ご注意ください。さらにですね、今まではナビをつければついていた地デジチューナーがついていないというところですね。これもね、死活問題になる人もいるかもしれないんですけれども、今までの T コネクトナビではね、地デジチューナーは一緒についてきたんですけれども、停車中ならね、テレビが見れていたと思いますが、これがですね、ディスプレイオーディオだとテレビの視聴ができません。ただし、ヤリスなどでは、カープレイなどとセットで地デジチューナーが3万円ぐらいのオプションとして用意されているので、RAV4PHV でも別途費用がかかっても装備可能だと思われます。そしてね、一番痛いのがですね、RAV4PHV は急速充電には非対応っていうことですね。これいろいろ調べてるうちに分かったんですけれども、高速充電に対応していないっていうことですね。高速道路のサービスエリアとか、いろんなところに高速充電器っていうのがあると思うんですけれども、これがね、使えないとなると、自宅などで充電しなければならないということですね。その際の満充電にかかる時間は 200V16A の電源で約5時間半、 100V6A だと27時間とかなり時間がかかりますね。家に充電設備を整えれば気にならないと思うんですけれども、せっかくのね PHV なのに道の駅とか高速のサービスエリアの高速充電器が使えないのは痛いですね。とはいえ、災害時などでも車両のバッテリーに蓄えた電気を家の家電などに、供給できるビーキュルパワーコネクターも完備しているので、燃費だけではなくね、インフラとして備えておくと安心感があるっていうのはね、魅力の、RAV4PHV ではないかと思います。しかもね、普通の EV とは違って、こちらプラグインハイブリッドなので、ガソリンを入れればね、普通のハイブリッドとしても走ることができるので、走りながらね、充電もできるというところは、普通の EV とは違って航続可能距離も全然違いますからね。そのあたりはね、普通の EV よりは安心感があると思います。といった感じで、新型ハリアーと比較しながら RAV4PHV の見積もり見てみましたが、いかがだったでしょうか。私自身で新型ハリアーハイブリッド Z レザーパッケージ FF こちらを契約して納車待ちのみなので、これからもねハリアーとかラブ4とかトヨタ車はじめいろんな車いろいろ買ったり試乗したりレビューしていきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。